きっとあなたにいい推しメンが見つかると思います。初めて見る方も。メンバーのいいところ知りたいです。一人ずつ話していく？待ってね、これめっちゃ長くなっちゃうけど、もうこれね、本当に一人ずつ話していくと、簡潔に言っていくか。ヒメリやっぱヒメリはもうね、パフォーマンス力じゃない？もうとにかくもう全てにおいて何でもこなせるっていうか、歌もだし、ダンスもだし、トークもだし、MC もだし、全てにおいてなんかこうオールマイティーなところが本当に魅力だと思うので、安定感があって、いつ見てもなんかヒメリがなんかパフォーマンス怖いことなんて絶対なくないって思いますね。待って、こういう感じで話していけばいいってこと？みくるんはもうみくるんのさ、下ろしてるさストレートの髪めっちゃ好きなんだけどさ、みんな共感してくれない？結構ね、みくるんってさ、なんかどちらかというとなんか女優さん顔というか綺麗なお顔してるから、綺麗なお顔してるのになんか性格はすごいなんかあざといみたいな感じで可愛い感じだから、めちゃくちゃギャップだなと思ってて、メンバー1のあざとさだと思ってるので、なんかこうあざとい女の子とか好きだなとかつられたいなって思っている方にはみくるんがおすすめだと思います。なおちゃんはもうなおちゃんのコミカルの動きって素敵だと思っていて、 TikTok とか見ていただければわかると思うんだけど、でそれってなんかその普段の高猫のダンスとかにもちょっと活かされてる部分があって、でなおちゃんって身長ちょっと低いんだけど、その身長の低さをもっと最大限引き伸ばせる、なんかこうちょっと大きめに見せたりとか、手の所作がすごい綺麗だったりとか、ダンスにはすごく見えてるから素敵だなと思うのと、結構ねなんかね変なこと言うんですよなんか私は鳥だからとか言うんですけど、なおちゃん鳥らしいのでなんか飛べるみたいなので、なんか鳥なんですかってよかったらなおちゃんに聞いてみてください。すーちゃんは本当にね、やっぱね最年少っていうのがねやっぱ強いですよね。まだ16歳でしょ。いや若いですよ、高校生ですからね。現役 JK がいるっていうのはでかいですよ、グループに。あとはやっぱすーちゃんもすごく声質がね素敵な声質だから、なんかちょっとアニメっぽいっていうか、すーちゃんが歌ってるのって、今すーちゃんが歌っとるなって分かりやすいなと思ってて、それってめちゃくちゃ武器だと思うし、あとはなんか最近トークの場面で結構積極的にお話ししてくれたりとか、最年少ながら一生懸命頑張って踊ったり努力してる姿、すーちゃんはね本当にねダンスも未経験だし、歌とかもねアイドル初めてなんだけど、すごく頑張ってついてきてるなって思ってて、努力家ですね。そんなところがすーちゃんの良さだと思います。ひなちゃんは誰にか聞いてもひなちゃんの声っていいねって思う声だと思うんよ。可愛い曲とのマッチ性が素晴らしく良くて、繊細だし本当にまっすぐな歌い方をするひなちゃん素敵だなと思うし、とにかく性格は天然なんですよね。マジで天然だから本当に面白いんですよ。周りはひなちゃんのことめっちゃおもろいと思ってるんだけど、ひなちゃんはなんかずっと謙虚で、いやでもひなは面白くないからって言ってるところがなおおもろくて、ひなちゃんしかもなんか見た目はちょっとなんか強そうかなってみんな思うと思うんだけど、本当にめちゃくちゃ可愛いので、怖そうっていうか強そうって思ってる方はひなちゃんの配信とか行ってみてください、ぜひ。さーちゃんの歌声は本当に唯一無二だよね。よくなんかこう高嶺のなでしこのメンバーになってくださってありがとうございます。やっぱ落ちサビとかのさーちゃん、だからもう可愛いって言われたいのさーちゃん天才だと思うんだよね。歌声本当にね素晴らしくいい声ですから、声をもう聞いてみたいっていう人は今好きになるっていう歌ってみたが出てるので、それを聞いてみてほしいんですけど、でもさーちゃんも今16歳現役 JK で、サーラはみたいな感じで落ち着いてるのね。おしとやかで本当に可愛いから、もっともっとこれからいろんな歌を歌ってその声をもっともっと活かしてほしいなって思う。おしとやかでなんか天使みたいな子が好きだなって思ってる方はさーちゃんがおすすめです。はるりんはやっぱ表現力がピカイチだと思うんだよね。何かに入り込むとかするのがすごく得意なんだろうなっていうか、あとはなんかそういう表現を歌にも活かせたりダンスにも活かせたりっていうのができるのがすごいなと思っていて、はるりんに関しては。でもなんかさ TikTok とかではちょっとネタ系をやったりとかしてるじゃない。であとトークとかではなんて言うんだろう、元気な時もあるし、でもなんか控えめの時は控えめだったりとか、はるりんのなんかそのギャップに結構見られてる人とかも多いと思うので、あとね毎日ね朝配信してたりとかするので、はるりんはなんか朝配信見たいなとか思ってる方ははるりんの配信
行ってみるのはどうかなと思います。おすすめです。エリサはですね、いやー、エリサはとんでもないと思うよ、本当に。ライブでの歌声は、あの歌い方はエリサにしかできないなって思うし、表情もだし、もうめちゃくちゃね、原石だなっていう感じなんだけど、でもなんか普段はなんか結構みたいな、エリサもね天然なんだよね。ちょっと天然ちゃんっていうか、なんかちょっと抜けてる感じの子なんだけど、だからなんかそこの高低差が素晴らしいよね。なんかこうってなってるのがパフォーマンスにだったら、あなたのってなったりとかするのがすごくいいなと思ってて、特にエリサの表現力がすごく光ってるなっていう MV は革命の女王っていう MV があるんだけど、エリサの表現力、その顔の表現力がすごく目立っている、惹かれるところでもあると思うから、それぜひ見てほしいんだけど、いろいろな曲をやってもっともっとエリサの良さがこうたくさんの人に広まっていくといいなってこれから思いますね。エリサはでもかっこいい曲の時もなんだけど、僕君とかだったり、なんかちょっとエモい系の曲もうまいのよ。これがアイドルだなって思うような表情してるから、そのぜひライブの時のエリサを見に行ってほしいし、見に来てほしいと思うし、 MV では革命の女王とかの表現力をちょっと注目してみてほしいなと思います。来ましたよ、ももなさん。もう何回も言っていますが、何回もっていうか、高猫が結成する前からマジで言っていますが、高猫がこれから売れていくのの鍵になるのは圧倒的にモモナだと思うんですよね。もうルックスと性格は本当にね素晴らしいですから、いろんなもう可愛い女の子たちを見てきました。見てきた中でやっぱりモモナなのよ。本当に最強ですよ、顔面で。なんかその所作とかもなんかめっちゃ可愛くて、本当にね、なんか毎日顔を合わせてるけど、なんか毎日新鮮な気持ちで、なんかうわ可愛いってなってるぐらい本当に可愛いんだけど、あとはそのダンスがめちゃくちゃ上手くて、結構ねモモナのダンスってなんか癖がなくてこう見やすい、あ、これがお手本なんだなって思うようなダンスしてるの。それめっちゃすごいよね。で、ほんと性格がガチいのよ。マジで本当になんかさ、モーコはなんか思うのは、なんかめっちゃ可愛いことがあってさ、もうなんか多少さ性格悪くてもさ、なんかまあ確かに可愛いもんなって思うけど、モモナってマジで性格良くて、なんか本当にこっちがなんかもう本当に惨めになるぐらい、なんか本当に性格もいいし優しいし、なんかもうありがとう、そんなもう天使みたいな感じで生まれてきてくれて本当ありがとうってもうこちらからもう言わせていただきたい。あと本当にみんなあんまりわかんないと思うけど、モモナってガチおもろいので、これからねそのモモナのガチガチにおもろいのをもうちょい出していけたらいいなと思います。多分ねモモナから高猫入ったっていう方も多いと思うので、もう全世界に見てほしい。もう全世界にモモナの顔面を一回見てほしい。よろしくねって感じ。結構ね10人十色で、顔もね声質もね結構全然違う子が集まってるので、皆さんぜひぜひ見てみてください。モーコモーコのいいところなんだろうねなんだろうね、モーコはなんだろうな、でこうやって話すことはね結構好きだから、自分はそう話せることと、まあスタイルがいいと褒めていただけることが多いので、それかなスタイルいいことだと思います。そう。